はい、カニ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は10月前半の星の説明とタロットリーディングをさせていただきます。それから2025年の星の動きの解説をたっぷりと埋め込んだカペラノート2025年版の表紙も決まりました。詳細は概要欄やコメント欄に載せているリンク先からご覧になってください。でこちらのノート予約販売のみになってまして、10月14日までの受付分に限って11月末にお届けするという流れになっています。予約してくださった方には手帳だけじゃなくていつも私が展開しているカードのね置き方、スプレッドの説明シートとかもプレゼントでつけていますので、ご興味ある方はぜひご覧になってください。お願いします。では行きましょう。10月の前半ですね。お願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。ソードナイト逆、ワンドナイト逆、ペンタクルス8、デビル逆、忍者逆、ジャッジメント逆、ワンド10、気をつけることや対策がワンドの7とワンドの9逆と、オラクルはペンタクルスのクイーンです。なるほど。ちょっと星の解説先にさせていただきますが、10月で最も重要なのは10月3日金環日食です。この日食っていうのは非常に見えないエネルギーなんですけども、私たちに波動というかね、エネルギーとして深く浸透して、何かモヤモヤしたりとか、ちょっと眠たくなったりとか、いろんな感情が呼び起こされたりとかしやすいんですね。で特に今回の10月3日というのはパートナーシップに関して重要な学びがあるような時なんです。で特に9月23日から10月18日までっていうのは金星もさそり座に入っていますので、なんかもっと情熱を感じたいとか、もしくは本質的なつながりを求める傾向にあるんですね、私たちが。なのでなんか一人一人が頑張るっていうよりも、本当に自分というものを確立した上で人とつながるってどういうこととか、本質的な信頼を築いていくってどういうこととか、そういう何かね重要な関係性みたいなものが現れたりとか、新たにつなぎ直したりとか、自分がどういったものを求めているかっていうものを感じやすい時になります。これはもうね、9月の月食から10月3日日食、そして10月17日が今度また満月なんですけど、この満月に向かってこの期間本当にいろいろまだ動いてるなって感じの時です。で患者の皆さんにとってはこの時の日食っていうのがまた心の中とか家の中とかね、家庭の中とかで起こりそうな時なので、特にその家庭内においてのパートナーシップだったりとか、もしくは本当に自分が求めている人との関係性っていうものをすごく考えさせられたりとかして、自分がどうあるべきなのかなってことをなんか思いそうな感じがしますね。すごくシリアスな真面目なテーマですよね、これって。それがなんかカードにも出てるのかなって感じがしました。ただご自身はもしかしたら必死かもしれない。いろんな感情に折り合いをつけながらやっていくっていうのは必死かもしれないけど、オラクルから言われてるのは大丈夫ですよみたいな、ちゃんとできてますよみたいなね、そうやって迷ったり焦ったりしながらでも日々過ごしていることがちゃんと自分の力になってますよっていう感じは言われています。ちょっと見てみますがなんだか入り口がソードのナイトの逆なので、もっと早くやりたいんだとか、もっと動きたいんだとか、もっと結果を出したいんだみたいな、すごく自分自身で自分をせき立てるようなエネルギーがあるかもしれませんね。もっと遊びたいんだもそうかもしれないし、もしお仕事とか何かやることがあるとしたら、それをちゃんとやりたい、やりこなしたいみたいな思い。ちょうど火星というねバイタリティが蟹座にいるので、蟹座の皆さん余計にねそれで頑張ろうみたいな感じになってるかもしれないし、もしかしたら今携わってることに一生懸命なのかもしれませんね。ただ蟹座さんの思いとか情報とか思いとか行動に対し、現状っていうのがそんなに早く動かない感じがあるんですよね。
なのでそこに対してちょっともっと何かできるんじゃないかとか、もっとこう自分が何かを動かせば何かがどうなるんじゃないかみたいな、そんな思いもあるかもしれません。でも十分今までのところうまくやってる気がしますけどね。ペンタクスの8っていうのは本当にコツコツと努力している、こう自分のできることをやっている、仕事頑張ってるなっていう感じすごい出てますよ。自分ではもっとなんか斬新的なことをとか革新的なことをとか、もっと何か刺激をって思うかもしれないんですけど、継続の力も素晴らしいですよね。その継続の力しっかりと発揮してるじゃないですかって感じで言われています。ただ何か自分の中では許せないことがあるのか、こだわっていたものがあるのか、何かこれを今手放そうとしてるって感じですね。これ大きな気づきじゃないですか。ちょうど10月の3日のこの自分の心の中での整理が行われる時なので、何を手放そうとしているのか、もう自分が何でしょうね、理想の自分像みたいな、自分はこうありたいみたいなのがあって、頑張ってもそうなれないってなった時に、そうなれない自分を今までは責めていたけれども、いやもうそういうのやめようみたいな、今の自分で十分じゃないかって思えるのも素晴らしいことだし、何かこうあらねばならないと思っていたものから自由になるって感じがするんですよね。それがその昔の思いに関係してるみたいですよ。昔すごく願っていたこととか、昔願っていたことに関して今の現実っていうのが何かちょっと思ってたのと違うっていうのもあるかもしれないし、またはその将来的なことに対しての、方向性とか夢の変化っていうものもあるかもしれないですね。どちらにしても何か、重要な自分の中で起こることです。これって外側じゃなくて自分の中で起こる重要な心理的変化、気づきっていうものがあるみたいですね。それによってこう間違ってはないんですけれども、変に自分に期待過剰になっていたり、変に自分を押し上げていた思いから解放されるっていう感じかもしれません。ある意味肩の力が抜けるし、それは自由になる感覚なんですけれどもね。でもなんとなく残念みたいな感じももしかしたらご自身の中ではあるのかもしれないです。一時的に追い求めていたものをやめるって感じかな。一時的に可能性を見て求めていたものをやめて、本当にっていうか、バイタリティあるんですよ、とってもね。今ちょうどね風も感じただし、すごくバイタリティはある。なんかそれに対して何でしょうね。ちょっと見てみようかな。ちょっと待ってください。カップの3とかラバーズっていうのがあるので、やっぱね過去に思っていたその自分の思いがなんか消えていくって感じがあります。そして今はまだその両方がある感じがするので、過去の思いだったりとか今やろうとしていることの両方の思いがあって、ちょっとやることがたくさんあるってことかもしれませんけれども、でも奥の方のその手放した後の自分の感覚っていうのはすごくすっきりしていて、これでいいんだって、これが正しいんだって自分の中でもはっきり分かる。そしてそこからまた新しい自分のなんか喜び事や希望みたいな期待みたいなものが出てきて、それを誰かと喜んでいるし、新しい可能性を見てるんだなって感じがします。これは今までじゃないです。これは今まではなんかもっと継続してコツコツと熟練させなければならないみたいな感じがあったんですけど、ここからは想定外な感覚ですね。想定外のやってみたら意外と面白かったとか、全くそれが自分のこんな趣味になると思わなかったとか、これをこんなに活かせるなんて思わなかったみたいな、そういう想定外な喜びでもこれは絶対なくならないんですよね。なんか続けないとダメとかそういう感覚ではなく、自分の中にあるものだからなくならないし、これがこんなに使えるなんてみたいな感覚かもしれません。そしてなんだか今はまだそれを自分一人で何とかしなければならないと思っている感じがあり、それがちょっとしたプレッシャーなんですかね、自分に対しての。
それに関してはそんな早急に答え出さなくていいと思いますけどね。ちょっと、お仕事を見てみます。仕事、ちょっと戻りますが、冥王星が今逆行してまして、9月の頭からね、で11月20日にまた移動するわけです。なのである意味11月20日までの間に誰かに対してや、もしくは自分が長く続けてきた契約先とか取引先とか、長く関係を続けてきたことに関しての自分の思い込みやもう執着っていうものが手放されていくのかもしれませんね。なのでまだこれ10月頭でしか見てませんけれども、そういった長く続いてきた関係性の変更や手放しや修正や結び直しっていうのはまたね、11月20日以降もまだあるかもね。なのでそんなに自分の中で今答えを出すだけで OK って感じです。それをどの方向でとか誰ととか一人でとか、なんかそういうふうにあんまり決めなくてもいいよって感じがしました。はい、ちょっと仕事見てみます。カップ2、カップ8、カップキングということで、仕事上ではね、とってもなんか楽しかったり感情が動きますね。なんかどれだけ生産的になるかっていうよりも、どれだけ精神的に満足できるかっていうことの方が大事みたいで、その仕事を通して関わることだったり、人の話を聞いたりとか、人と関わることが楽しいっていう感じですね。なので自分がやってきたこととか提供してきた技術とか学んできたことに関してはちょっと気持ちが薄れている感じがします。そしてさらにまた違う種類の人たちと関わって、そのちょっと自分とは合わないかもしれないけれども、ちょっと違うタイプの人と関わって、そこで得るその感覚っていうのも楽しいなということで、仕事を通してっていうのはもうどれだけ技術を上げるかとか、どれだけ時間を使うかとか、どれだけバイタリティを使うかではなく、仕事を通してどれだけ感情が満たされますかっていうことの方が大事っていうふうに言われてますそれからちょっと人間関係見てみますね。カップのナイト、スター、ソードナイトということでいいですね。人間関係とってもいいです。すごく今心が洗われる時だし、いろいろ気づきも起こる時なんですけど、先ほど言った金星がね、誘い座に入っているんですよね。ちょうどこの10月前半はどっぷりと。でこれは蟹座の皆さんにとっては同じ水の感情ということで、深いね愛情を感じられるとか、深い自分のクリエイティビティを感じる、自分のだけの感覚、自分だけの感性で人と付き合っていけるみたいなのがあり、で特にここでやっぱカップのナイトが出てたりとか、このスターが出てたりとかっていう風になると、すごくなんか、好きな人がいるとか、もしくは誰かと関わるのが楽しいみたいな、こういう人と知り合いになりたかったみたいな人と知り合えたりとか、それが嬉しいし楽しいしっていう感じがすごくあります。でもっと近づきたいとか、もっと関わりたいみたいな、そんな思いもあるかもしれませんね。いいですいいです。楽しんでください、ぜひこの時は。全体的に見て思うのは、オラクルがペンタクスのクイーンなので、何をしていようとも、どれだけ遅れていようとも、どれだけ進んでいようとも、日々の生活の中でご自身が経験していることが全て血肉になり、経験値として蓄えられていってますよねってことなので、何の問題もないんですけれども、なんとなくご自身が思っていた過去のやり方や過去の努力の仕方っていうものと、もう少し肩の力を抜いて、自分が今感じたいと思っていること、喜びたいと思っていることの重みがなんか全然違うって感じがするんですよね。仕事が分かりやすいと思うんですけれども、仕事だったらこれは仕事だからというふうに割り切ってきちんと役割をこなす、そしてお給料をもらう、もしくはお金を稼ぐ、そこに喜びというものをあまり追求してなかったとしたら、お金を得ることが目的で喜びをあまり追求してなかったとしたら、今の蟹座さんってお金を得ることよりもその喜びの方を追求したいんだみたいなものがあり、
喜びを追求するってなった時にまだアンバランスで実際にそれができてるのかできていないのかわからないみたいな感じがあるんですけど、結果的にはちゃんと人間関係にしても仕事に関しても感情を求めてそれを感じられてるし、感じられてること自体がもう自分の価値として構築できてることですよねっていうふうに言われてる気がしました。ちょっと難しいですね何言ってるのかなって感じですよね。ちょっともう一枚オラクル引いてみます。はい、どうですか？このカードを見て何か感じることがあれば皆さんもご自身の直感でメッセージを受け取ってくださいね。 Joy、 Blessing、 Intuition ということで、何かやっぱりね、理屈じゃないし形じゃないしお金じゃないし労力でもないみたいな、自分の感覚を喜ばせるんだ、喜びたいんだって感じ、そういう喜べる自分になっていってるんだ、いろんなものを今そぎ落としていってるところなんだっていう感じがします。それができればできるほど喜びというものを感じられる自分になっているっていう感じがしましたね。はい、ということでここまでにしておきます。もし誰かしら分かりました、伝わりましたよという方、ぜひいいねボタンやコメントで教えていただけると嬉しいです。またね、すぐにお会いしましょう。年末までの気をつけることの動画も撮っていきたいなと思っています。はい、ということでありがとうございました。ぜひ喜びをたくさん感じられる時間になりますように。ありがとうございます。失礼します。